今まで応援してくれた友達の顔とか先生とか親とかの顔がどんどん来て、うわーってなりました。全力で夢を追いかけた経験はありますか？これもなんか今で入っちゃって悔しいし人目をはばからず悔し涙を流した経験はありますか？ちょっとついていけきついかもしれないけどやる気はない。今がやりたい。アイドルになりたい、その大きな夢をつかむためひたむきに努力し続けた女の子たちとその家族のストーリー。諦めがつくまで頑張ってほしいなと思って今応援してます。胸張って帰ってきてほしい、それだけですここでなんか人生変わったりするんかなっていう思いで初めてこうやってオーディション受けました。本気で挑んだ100日間の実力私アイドルなるけん。 HKT48 7期生オーディション。4月13日博多駅前。めっちゃ緊張するんですけど、周りの子と協力し合って頑張っていけたらいいなって思っています。緊張とか不安もあるんですけど、ここまで来たから絶対メンバーになりたいです。昨日は夜ずっと YouTube とかで HKT の曲聴きながら頑張ろうって思いながら寝ました九州沖縄を舞台に活躍する HKT48 最新作バケツをかぶれは CD セールス不況と言われる中にもかかわらず10万枚オーバーのセールスを誇り、オリコン週間ランキングで2位を獲得。まさに九州を代表するアイドルグループです。そんな HKT48 が2年ぶりに新メンバーオーディションを開催。全国から応募が殺到し、大阪、東京、福岡の各会場で審査が行われました。小学生1年生からアビスパ福岡のチアリーティングに6年間通っています。これからも自分を信じていろいろなことに挑戦をしていきたいです。よろしくお願いします。厳正な審査の末、残ったのはわずか34人。そして今回 HKT487 期生が決定する最終審査が行われます。そこにはアイドルになると誓った女の子たちの物語がありました。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。訪れたのは長崎県佐世保市にあるハウステンボス。ここで2日間にわたり最終審査が行われます。明日の最終審査に向けた、ダンスとボーカルのレッスンをグループに分けて開始いたします。B グループ岩波さん、上坂さん、エルガーさん、松永さん、吉田さん、吉田奈美さん、流行海を模した5名のグループで、これから2日間、合同というかレッスンしていくことになります。お願いします。お願いします。グループ分けが終わると早速課題のダンスレッスンがスタート。この2日間でレッスンに当てられる時間はわずか10時間。このわずかな時間で候補者たちはダンスの課題2曲と歌の課題1曲を覚えていき、最終審査で披露します。先にやるのは人差し指の銃弾っていう曲をやります。はい。で、2曲目にチェーンオブラブっていう曲をやります。はい。自分の番号、歌割りの番号と同じ番号をチェックして、ここ何番？候補者たちに配られたのはダンスの立ち位置や歌詞が書かれた資料。歌詞と音程を頭に叩き込みながらダンスの振り、
さらには立ち位置までも同時に覚えなければなりません。ダンスは0番をセンターに、それぞれの立ち位置が番号で決まっていて、候補者たちはこの番号で指導されます。その時に、4そのちょっと皆さん A チームを見といてください。ちょっとだけ言わせてくれのことを今やってます。よろしい？この子が見えるくらいかがんであげて、前から見て、でちょっと伸びてごらん。だからアウトはこういうこと見えへんやんか、前から見て。だからここ頑張ってちょっとだけ言わせて、そしたらそこに払って、はい、そのフォーメーション各自作ってごらん。だからニトさんはポージングしてんで、ちょっとだけ、はい、そのポージングしてあげて、はい、ニトさんポージングしてあげて、初めて聴いた曲に初めて覚える振り付け、詳しい説明もないことに戸惑いを隠せません。復習する間もなくダンスの振り入れは次々に進んでいきます。手を合わせたなんだ、こう転が8のスの時に8は見て、こう上げるタイミングで顔前、こう転が8のス OK、 指の10がこう初めの番号で、12が次の1番。指をさす人たち、ダンスを踊りながら歌うってことの経験はあんまりなかったから、どっちもできるように練習したいなって思ってるけど、練習する量がすごい多いから足引っ張っちゃいそうで怖いです。明日までだから、もう今日やらないといけない。自分がちょっと追いつけてないところとかを皆さんについていけるように、笑顔で本当に HKT さんになれるように頑張りたいです。音聞いてください。はい。で、歌も大丈夫か？今は1秒も無駄にはできない。レッスンに専念したいけれど不安は押し寄せてきます。不安ですけど、練習してどうにか完成させるしかないので。時間ないです。もうちょっと練習したいんです。頑張ってください。はい、ありがとうございます。おはようございます。よろしくお願いします。おはようございます。お願いします。でもこの課題の多さと少ないレッスン時間にはある理由が隠されていたんです。やっぱりその今後、アイドルやっていくってなった時に、それこそいきなり明日やる曲を覚えないといけないとかの時も全然あるんですよ。そうだからやっぱこういうやり方を取ってるのはそういう理由もあって、そうこういうことに慣れていってほしいなっていうのがあります。なので集中して聴けば絶対に覚えれるんで、はいなので頑張りましょう。レッスン開始から3時間、練習のスピードにも慣れてきて、みんな少しずつ上達してきました。しかしそんな中、まだペースをつかめない子が。6がいて4、5が同じ並び、ここ同じ並び、はい、そう同じ並びでかぶってますよっていう0番。そう、はい、この状態で難しい。石川亜美優さん、福岡県出身の12歳です。こんにちは。どうぞお入りください。元気いっぱいに出迎えてくれた石川さん。石川さんは3人兄弟の真ん中。この春に小学校を卒業したばかりの女の子です。ここで寝てんの？はい、ここで寝てます。けど昨日は夜に怖いのを見たので
お姉ちゃんと一緒に寝ました狭かったですなんか UFO キャッチャーで100円で取れたんですで名前が100に子供の子って書いて桃子ですとにかく明るく笑顔がトレードマークの石川さん。これまでの審査でも自他ともに認める目立ちたがり屋なので、グループ活動のリーダーや司会進行を務めることが多くあります。私はこの気配り力と持ち前の笑顔を生かして親しみやすさNo.1のアイドルになりたいです。緊張を見せない受け答えで見事に二次審査を通過した石川さん。2週間後に行われた3次審査も通過し、最終34人に残りました。わあ、自信が飛び出るかと思って吐きそうやった石川さんがここまで来られたのはある人たちの応援のおかげなんです。それはめっちゃ緊張します。そんな緊張してるのね。ちょっと家族が緊張を吸ってくれました部分だからスーってこう魔法かけてくれました。石川さんにとって初めて挑戦するオーディション。不安や悩みもあったけれど、家族が一緒だからこそ乗り越えることができたんですって。鏡石川さんが座って見つけたのがこちらです。見て踊った方がいいかなと思って喜んで使ってくれてるんでよかったです歌とかここもうちょっと強くねとかもうちょっとはっきりしてとかずっとここで言ってましたそしたらアミエの方から次の練習の時から見つけ来て練習するからアドバイスしてって家族の協力もあり3次審査を通過した石川さん。審査を終え外に出ると本当おめでとう頑張ったね頑張ったあとは合宿だけだいぶ練習したくて一緒にね頑張った甲斐があったね。すごいすごいいや緊張しとったのイエーイどうやって吸い取ったとどうやって吸い取ったと頑張ってるのは知ってるからなんか頑張れとか言うよりもなんて言うんだろう、自分らしさ他人と比べないでもうアミユらしさでやりきってくれたらいいかなと。家族ってどんな存在？家族まあなんか緊張吸ってくれる存在でもあるし応援してくれる言葉で表せない存在ですね。いつもずっと一緒におるけん頑張るだけ頑張ってアミユワールド全開ででもこの日石川さんの顔から笑顔がなくなってしまいました。やばいなんか覚えきれん水すぎて細かい動画やったら巻き戻したりして自分のペースでできたけどそう実際やったらもうどんどん流れていくあーってなる。慣れない環境とレッスンのスピードに戸惑う石川さん。一緒に練習してくれる家族もここにはいません。それでもレッスンは続きます。ありがとうございました。何チーム？ DJ はい、いいの人。はい。怒られちゃった怒られちゃったありがとう。あーできんむずい細かいしはい
がとう。なんだろうな何が頭に浮かんだって言ったいろんな人の顔、今まで応援してくれた友達の顔とか先生とか親とかの顔がどんどん来て、うわーってなりました。家族はどう？変顔したお姉ちゃんが出てきましたあとはピースした弟ああと心配そうなママの顔とパパのちょっとニヒヒってした顔涙が出ても絶対に諦めなかった石川さん。どうやって立ち直ったんだろう。お守りです。担任の先生からもお守りもらいました。お姉ちゃんと弟が作った折り紙のお守りと、お母さんが手作りで作ったクマさんのぬいぐるみと、お父さんが買ってきてくれたお守りと、担任の先生からもらったお守りどれだけ遠く離れていても家族や支えてくれる人たちの思いはくじけそうな心を奮い立たせる。最後の審査の時も笑顔で迎えられるといいな。レッスン開始から5時間、覚えることも増え、候補者の中に焦りが出てきました。今日ってさ、11時で13時午後12時半1時ぐらいから5時間でこれだよ。やばい。遅いのに。まだ4時間やばいです。もう詰め詰めでこんな多くやると思ってなかったので、一つ一つの時間が限られてて本当に焦ってます。歌のレッスン会場に移動している間にはこんな候補者の姿も。何をしているんだろう。あれ歌詞覚えてます。歩きながらあれ少しでも早く覚えたいから。頑張ってください。ありがとうございます。雨がザーって降ってからながら心が走り出すんだから、そういうのをちゃんとこの好きなから見て自分を流す、こういうのが発想するで。振り付けが揃い始めると感情表現など細かい部分に指導が入ります。で下がる時も感情をちゃんと残したまま下がる、だからそういうのをもうちょっと自分の色が出せるように気にしながらやって。午後7時、この日の練習が終わり、晩ご飯と自主練習の時間です。すると扉が疲れそうになった誰にも見られてないと思っためっちゃ焦ってますもう夜ご飯抜きで練習したいぐらいあります不安な気持ちのまま初日のレッスンを終えたみんな。少しでも上達できればと練習時間ギリギリまで
自主練習をする人の姿も。みんな頑張れ。そして2日目の朝を迎えます。おはようございます。よろしくお願いします。お願いします。おはようございます。この日は午前中に最後のレッスンを実施。午後にはいよいよ審査。 HKT48 7期生が決定します。本番まで残された時間はわずか3時間です。右足やで。そう。気になるするものか。それは生の理想の勝手な妄想での。そこまでにどう表現するか固まってくる。はい。まだちょっと違う。はい。しっかり頑張って頑張ります。はい。限られた時間の中で精一杯練習する候補者たち。しかし気持ちとは裏腹に思い通りの表現ができなくて涙を流す人の姿が。ちゃんと歌詞とか覚えてるけど、あれ全部飛んで分かんなくなって。本番まで時間がないからちゃんとできるか不安。審査まで残りわずかとなる中、練習を止めスマホを見つめる候補者が。めちゃ会話してるよ。無理しないようにって言ってくれて、落ちちゃったらごめんねって。そんなこといいよ、気にしないで、思いは伝わるから。強い気持ちでぶつかります。お父さんにすごい迷惑かけちゃってるので。片平沙羅さん14歳。地元福岡ではなく遠く離れた愛知県から参加した候補者です。もし合格したら本人だけではなく家族も福岡に引っ越す覚悟はもうできています。アイドルのオーディションってどのくらい受けてきた？もう本当に10社ぐらいは受けました。どこでもいいからアイドルになりたいって思ってて、人前でパフォーマンスすることが好きだなって思った日から、どこでもいいからアイドルオーディションを受けました。本当に受かって娘が頑張りたいならもうみんなで行こうよっていう話になってます。片平さんは3兄弟の末っ子。夢であるアイドルを目指して母親と二人三脚で愛知県から全国各地のオーディションに挑戦しています。言葉で言うのは簡単だけど諦めないで夢を追い続けるって大変そう。私がやりたいって思ったことを母は渋い顔せずに全部 OK でどこでも連れてってくれました。その業界は私は分からないですけれども、心配なところもあるし、もちろん戦っていかなきゃいけない大変なところもあるけれども、若いのでやっぱりチャレンジはしてほしいなっていうのは一番あります。もしやりたいことがあってチャレンジせずに諦めてしまうと、多分どこかであの時やっとけばよかったって後悔はしてほしくない。なんか子供には本当に後悔しない人生を生きてほしいというか。やっぱり今 HKT48 のオーディションを受けてるので、まずは絶対受かって、それで自分の一人のアイドルとしてキラキラとした姿を家族に見せたいです。娘が本気で夢を追いかけることに嫌な顔一つせず手助けを惜しまないというお母さん。片平さんもこの状況が長く続けばそれが家族の負担になることは十分に理解しています。だからこそ SKE も最終審査で落ちちゃったりとか、あと一歩のとこで落ちちゃうっていうことがあって、いっぱい交通費とか自分の貯金じゃ全然できなくて、すごい協力的なお母さんなので、今回のオーディションは絶対受かっていい報告したいし、お母さんにすごいいっぱいしてもらってるので、
いい報告で家に帰りたいです。何としても晴れ舞台に立ってお母さんにアイドルになった姿を見せたい。それが HKT48 というメジャーアイドルならお母さんも絶対に喜んでくれる。弱音を吐いてしまった自分を奮い立たせるように片平さんは練習を続けます。34人それぞれの思いが交錯する最終審査。そしていよいよ今最終審査が始まります。昨日からみんな一生懸命やってきたと思います。間違えた時に間違えた気持ちを引きずらない、顔にもなるべく出してほしくないな、挽回するつもりでしっかりと満面の笑顔を見せてください。絶対よ。頑張ってください。 HKT48 7期生オーディション最終審査では自己 PR とチームで行うメドレーダンス、さらに課題曲を披露します。審査は1チームおよそ10分。これで HKT48 期生が決まります。まだ全然完璧じゃないところがたくさんあって不安しかないです。笑顔を大切に、笑顔とちゃんとノートに書いてきてるんですよ。自分が心がけることみたいな、この合宿でなんかこの時の自分はこんなに頑張ろうと思ってるのになんでこんな頑張れてないのみたいな売りになれるかなと思って。最終審査直前、舞台裏ではギリギリまでダンスや歌詞を確認する候補者たちの姿が。そして最終審査の時間を迎えます。審査は自己 PR からスタートです。栗優奈です。1泊2日でやってきたダンスと歌をいっぱい頑張りたいです。よろしくお願いします。鶴川那智です。この2日間をダンスと歌で生かして頑張りたいと思います。よろしくお願いします。自己 PR を終えると課題曲を披露。お母さんと二人三脚で長年オーディションに挑戦している片平さんは、それまでは全てが楽しい時間だったというまで、偶然のこの出会いが稲妻のように刺さったんだ。誰か知らないのに心引っかかれてく、これは運命だとなぜだか思い込んでいた。駅の階段駆け上り、君はパンプス。練習時間はわずか10時間。しかも緊張感のある中での審査。限られた時間の中で覚えたことを最後まで諦めず体いっぱいで表現していきます。課題曲を終えると続いては課題ダンス。振り付けが難しくて笑顔をなくしていた石川さんは、家族の思いを胸に何度も何度も練習したダンスを審査員たちへ披露していきます。2時間弱に及んだ最終審査。この後審査員による選考が行われ、午後5時過ぎついにはい、皆さんお待たせいたしました。
では、これより、HKT48 第7期生オーディション合格者を発表させていただきます。はい、皆さんお待たせいたしました。では、これより、HKT48 第7期生オーディション合格者を発表させていただきます。およそ2年ぶりの開催となった HKT48 オーディション。2月の大阪での二次審査を皮切りにおよそ4ヶ月間かけて行われてきました。ついにその合格者が決定します。29番鶴川那智さん、はい。10番松永由衣さん、はい。30番飯島リリアさん、はい。次々に名前を呼ばれる合格者。発表はさらに続きます。19番石川亜美優さん、9番江浦優香さん、はい。31番中野みなみさん、はい。26番石井彩音さん、はい。18番山川マリアさん、2番片平沙羅さん、はい。そして最後の一人、最後になります、12番竜斗彩音さん、はい、以上合格者となります。最終審査の末合格したのは12歳から18歳までの候補者16人。彼女たちが HKT48 7期生です。びっくりと嬉しいがごちゃごちゃしてて涙がすごかったです。ダメとしか思ってなかった。ダメと思ってた。もうだって初っ端から泣いた。ちょっとお母さんに電話してもいいですか？合格発表から1週間後、皆さん改めましておはようございます。おはようございます。研修のパーセンスのオーディションで合格して本日からも本格的に活動を始めるんですけども、あれがゴールではなくてここからがスタートです。7期生に選ばれた16人のレッスンが再びスタート。なぜなら皆さんのお披露目が来月の5月9日のコンサートになるんですけれども、ここでですが、まず1曲目から7期生だけで登場します。はい、かなり大事なポジションを今回いただいているので、ちょっと気を引き締めて本日のレッスン頑張っていきましょう。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんと3週間後に東京で行われる春のコンサートに
現役生と一緒に出演することが決まったのです。とにかく時間がありません。間違えていいから自信持ってやんの。もっと腕もさあはたーってこのくらい上がるはずで、この曲はお客さんに拳を上げさせて、みんなもせーのおいおいって声出させるやつや。だからそこはステージ立つ人がもうちょっとエネルギー出さないと、今の全然エネルギーが伝わらない。先生の指導もオーディションの時とは違い、より具体的に。何より彼女たちに求められるのは全力であることです。ダンス中も今のが本気ですか？これしかできんの？それでステージ立つつもりなの？間違えるなと何とも言ってないの。ね、気持ちが大事って言いようやった。間違えは何しよう一生懸命やんねん。その姿が心打たれるのよ。わかる？それをさ、怯えながらやってどうするよ。アイドルとして舞台に立つ、それは生半可な気持ちでできることではありません。だからこそ練習初日から厳しい言葉で伝えられます。ステージに立つ以上は年齢も経験も関係ありません。振りとフォーメーションをいっぱい覚えないといけないから頭がパンクしそうですいろんな人に見られるし、あとなんか緊張して自分のパフォーマンスがちゃんとできなかったらどうしようとかも思うんですけど、最終審査で自分がやれることはできたので、ちょっとそれを本番に強いと思いながら頑張ろうと思います。本番まで時間がない中、レッスンを続ける7期生。週末だけではなくゴールデンウィークもほとんど毎日練習です。みんな気合十分だね。一番汗かきました。なんで？毎日必死にやってるんですけど、もうすぐ本番が近いので心を引き締めて頑張ろうと思ったらこうなりました。レッスンの中日、5月生まれのメンバーが多いこともあり、サプライズで誕生日ケーキのプレゼントです。時間が経つにつれ、チームとしての意識が生まれてきた7期生たち。ここからメンバー同士のコミュニケーションも活発になっていきます。ライブ終わりがしたいなって。どの順番がいいと思う？メインで3列目。じゃあみんなでなんか息揃えられるようにちゃんと自分のところは管理してやっていきたいです。レッスン最終日、この日はレッスン場の隣にあるステージを使って最後の確認が行われていました。そんな中、一人浮かない表情のメンバーが。リュウトちゃん疲れてる？いや、疲れてないです。どうやったステージ？ソロの時に失敗しちゃって、まだまだ練習せんばなって。
竜頭彩音さん、長崎県出身の13歳です。実は竜頭さん、今回とても重要な役割を担っていました。それは流れ的にはまた後で細かくやるときに説明していくんだけど、一人ずつのソロダンスから始まる。だから頭ブロックはもうあなたたちにめちゃめちゃかかってる。てかめちゃめちゃ美味しく夜の公演はもらってるわけよ、頭。ステージには先輩たちもいる中、1曲目から7期生が登場。しかもソロダンスから始まります。 HKT48 史上初めての演出。そのトップバッターを任されたのが13歳の竜頭さんなのです。プレッシャーないの？少しあるけど気合いで手がパーってなってる。もうちょっとこう伸びやかな手ってした方がいい。なんかそうこうなるから多分フリックス気味やね。あんまり手首に力入れん方が多分肩回しやすい。そう、はいはい、気持ち少し抜けた方がここが気になる。公演の1曲目、しかも最初に登場するのが竜頭さん。もしミスをしてしまうとその日の公演に大きな影響を与える大事な役割です。その意味を十分に理解しているからこそ、レッスンの間もソロダンスの練習を繰り返し続けていました。他のメンバーが休憩している時間もやればやるほどなんかどんどん下手になっていくんですよ。もう一回やって、せーの、ワン、ツー、スリー。下手ではない。下手、一回この形して。そう。頑張ります。いいじゃん、一番美味しいじゃん。頑張れ。どう思ったソロ？なんかせっかくその立ち位置をいただいているのに自分が台無しにしたらダメだから、最初に登場するっていう立ち位置をいただいてるから人一倍練習しないといけないし、半端な気持ちでやったらダメだから頑張ります。レッスン最終日にうまく踊れなかったというソロダンス。竜頭さんは一抹の不安を残したままお披露目当日を迎えます。博多の香り、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 博多の香り。ウィンウィンウィンナー博多の香り、ビキビキ粗挽き博多の香り、ウィンウィンウィンナー博多の香り、パリッとジューシー博多の香り。博多の香りはおかげさまで25周年。ただいまキャンペーン実施中。日本食品。7期生がこの日のライブ会場となるLINEキューブ渋谷に到着します。ちょっとドキドキしすぎてやばい。ちょっとなんでドキドキ？なんか泣きそう。不安だけど今までみんなで頑張ってきたし、努力は報われると思うから楽しみです。7期生にとって初めて訪れたプロの現場。緊張と期待を胸に秘め準備は進んでいきます。そして早速私たち怖くないよ。おはようございます。 HKT48 7期生です。これから精一杯頑張るのでご指導よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は初めてのコンサートということで緊張もしてると思いますけども、私たち本当に楽しみにしてたから一緒に今日から HKT48 として頑張りましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
初めて現役メンバーと対面する7期生。しかしゆっくりと挨拶する時間もなく、リハーサルは進んでいきます。合ってるよ。合ってるよね。多分足がもうついた感覚ないけん、本番はさもう浮いとるみたいずっと。プカプカ？そうプカプカ。私今足ついてるみたいになってるから。ステージに立ったことでさらに緊張感が増していく7期生たち。ここから開演まで楽屋にこもり、最後の練習を行います。そしていきます。いよいよ7期お披露目本番です。絶対成功させるぞー！開演5分前、緊張した面持ちの7期生たちが舞台袖へ。するとそこには一人一人に声をかけていく先生。ぶちかませ。トップバッターに抜擢された龍東さんへの力強い一言。不安な気持ちは和らぎ、勇気と自信が湧いてきます。そしてついに開演です。地元福岡を拠点にコンサートやメディア出演など全国で幅広く活動している HKT48。 新たに16名の7期生を迎え、さらに盛り上がりを見せているメンバーたちのライブが間近で見られる専用劇場ではさまざまな公演を連日開催中。あなたの推しがきっと見つかる。 HKT48 で検索。HKT48 7期生16人がこの日のコンサートのトップバッターとしてついにステージに立ちます。直前の緊張が嘘のようにトップバッターを見事に務めた龍東さん。他のメンバーもその後に続きます。愛し
初めてのステージをやりきった7期生。この他にも先輩と一緒に踊る場面やそれぞれの自己紹介、さらに MC トークにも参加。最後はアンコールにも出演します。緊張で全然できないかと思ったんですけど、でもその場に立ったらもうペンライトの光でもう嬉しくなっちゃって興奮でもう超楽しかったです。大きいステージに立って歌ったらめちゃくちゃ楽しかったです。公演後にはお披露目の瞬間を見届けた家族と対面。張り詰めていた緊張の糸がようやくほぐれます。すごいとっても輝いてました。頑張って不思議なんですけども、普通に学校にも行ってるし、なんかいつもと変わらない生活を送ってるので、今日ステージに立ってるのを見て、あ、アイドルになったんだなっていうのを感じます。HKT48 7期生、勇気を出して挑戦した16人の女の子たちがアイドルとして小さな一歩を踏み出しました。楽しかったね。スクショタイム、スクショタイム。お披露目が終わった私たち7期生。アイドルとしての毎日が始まっています。やっと叶った夢、掴んだものは夢なんかじゃなくて、ぼんやり眺めていただけのものかもしれない。それでも自分で決めた、自分で掴んだこの道を私たちは一生懸命歩んでいきます。そしてどんなに辛いことがあっても HKT487 期生は絶対にいつも笑顔でいます。だってそれはこの番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。